建築用の鉄骨を製造しています。大型建築物、ビル、マンション、ホテル、大型商業施設、公共施設の鉄骨部の加工、組み立て、溶接等を行っています。受け入れ経験ですが、バングラデシュ出身の現在常務取締役製造部長が27年間勤務しています。それから技能実習生、ベトナム出身ですが、期生が4名、2期生が4名、計8名が勤務をしております。それからエンジニア、ミャンマー出身の在留資格は議人国になりますけども、3名のエンジニアが勤務をしております。バングラデシュ出身の常務取締役製造部長は、バングラデシュから移住帰化して51名の部下を抱える製造部のトップとして仕事の段取りや工場内の人員配置を采配しています。技術力や指導力もあり、日本での生活をもう長いことから、外国人材の良き相談相手としてなくてはならない存在になっています。実習生は製造部で主に建築鉄骨、柱と梁になりますが、その溶接とその関連業務を行っています。ベトナム実習生は勤勉で何をやっても嫌がらず黙々と仕事をしています。勉強熱心で日本語検定にも積極的に挑戦して1期生の4名のうち N2 に2名 N3 に1名合格しております。エンジニアは技術部において CAD を使って建築鉄骨の設計をしています。施工図の作成、修正、材料発注書の作成、加工指示書の作成などを行っています。また管理部で資材の発注、研修、外注購買などを行っています。とても優秀で、仕事や CAD の習得も早く、即戦力として活躍しています。来日前には事前にベトナム語や英語で作成した用語集を送って勉強してもらっています。入社後は実際の生活に合わせた生活指導をしています。例えば自転車で買い物に行ったり、アパートから道を往復して日本の交通ルールを教えて交通事故に遭わないように指導しています。またゴミ出しの注意や日本の生活習慣等を教えています。当社では日本語能力を重視して社内で仕事が終わったら日本語を教えたり、交換日記や日本語検定の宿題を出したりをしています。またエンジニア2人と技能実習生1人が藤岡地方ユネスコ協会が主催する外国人日本語弁論大会に出場しました。また仕事で必要な資格を取得させたり、在留資格を2号から3号に移行するための技能検定や技能評価試験の準備講習を当社で行ったり、関係機関にお願いをして行っています。一番重視しているのが日本語です。安全を伝えるにも仕事を教えるにも日本語がわからないとどうにもなりません。教えたことが理解できているのかもわからないこともあり、言葉の重要性を痛感しています。言葉さえ分かればそれぞれ能力がありますので、すぐに覚えていきます。また日本語を早く覚えてもらうためにも日本人と同様に朝礼当番、当日の業務の説明ですね、それから物件説明、業務改善の発表、スローガンなども提出させています。弊社では日本語検定に合格した場合には受験料を会社で負担しています。また技能実習生に対しては資格手当を支給しています。
当社ではバングラデシュ出身の社員が製造部長から2年前に常務取締役に昇進しました。常務のように努力して会社の発展に貢献した者は、外国人だからといって他の社員と比べ待遇や評価が変わることがありません。SDGs の理念でもありますが、平等で差別のない職場づくりに注力しています。今後は外国人材の人員、規律ともに高くなることは間違いありません。街の風景を作るファブリケーターとしてグローバルな社員構成で誰もが能力を発揮できる環境を整え、日本人と共に成長していきたいと考えています。